こんにちは、ゴロママです。本日は本当に役に立った育児グッズ第3弾です。生後1年から1年半頃までに実際使用してあってよかったと思えた育児グッズをご紹介していきます。生後間もなくから半年くらいまでの第1弾と、生後半年から1歳くらいまでの第2弾の本当に役に立った育児グッズご紹介の動画もありますので、まだご覧になっていない方はぜひそちらもチェックしてみてください。では早速ご紹介していきます。まず第5位は LINE モバイルです。こちらは祖父母にプレゼントしたもので、ゴロちゃんに使ったというわけではないのですが、ご実家が遠方の方にはぜひおすすめしたい商品となります。私の両親は自宅にインターネット回線もなく、両親ともにガラケーというアナログ家族です。そのためゴロちゃんが生まれてからは写真や動画を送りたくても容量が気になってなかなか送れませんでした。スマホで撮影した写真をそのままガラケーに送っても容量が大きすぎて見れないので、わざわざ小さく加工したりしてましたし、動画を送ることはできないため、たまに会う時に見せるのが精一杯でした。結局写真をプリントしてアルバムとして郵送するしかなく、もっとおじいちゃんおばあちゃんにゴロちゃんの成長を見てほしいと思っていました。スマホへ機種変更しなよと何度も言ったのですが、使い方もわからないしお金もかかるからいいよと言われてしまい、なかなか説得できませんでした。こうなったらタブレットをプレゼントして同時に格安 SIM を契約し、テレビ電話ができるようにしようと思い、各社のサービスや料金をいろいろ検討しました。やはり一番使うのは LINE ですので、結局 LINE モバイルのコストパフォーマンスがダントツでした。 LINE 関連は全て使い放題なので、動画や写真のやり取りは容量を気にすることもありませんし、テレビ電話ももちろんし放題。1ギガプランなので、ちょっとした検索やウェブページの閲覧なら問題なく使用できます。それで月々税込み672円です。写真プリントと送料ともそんなに変わりありません。音声通話はなしのプランなのでお値段もお得ですし、おじいちゃんおばあちゃんの携帯電話はそのままガラケーを持ったままなので、もしもの時に困ることもないと思います。最初はビクビクしながら使っていた祖父母ですが、いつの間にか Google 検索を使いこなしており、溜まっていくゴロちゃんの動画を見ることが癒しになってくれているようです。初期設定をこちらで全て行い、一度一緒に使ってみて、簡単なマニュアルを作成して祖父母に渡したのですが、1ヶ月もせずにマスターしてしまいましたので、こちらから多少強引に押し付けて正解だったと思います。ゴロちゃんも次第にテレビ電話に慣れてきて、スマホに向かって手を振ったりおしゃべりしたりと、楽しいテレビ通話をおじいちゃんおばあちゃんとすることができるようになりました。おじいちゃんおばあちゃんにスマホを持ってほしいご家庭には、タブレットと LINE モバイルの組み合わせがぜひおすすめです。まあね。続きまして第4位は、ゴロちゃんの遊び場ボールプールです。すでに動画にてボールプール作成のご紹介をしているのですが、今でもリビングに存在感たっぷりに置かれています。ゴロちゃんもたまに自分でプールに入って遊んだり、ボールを出したり投げたり戻したりといろいろな遊び方で楽しんでいます。お友達が遊びに来た時も一緒にボールプールで遊んでくれましたので、子供たちの食いつきもよく自宅にあってよかったなと思っています。テンションが上がって次々にゴロちゃんがボールを投げ出すと、リビングがボールだらけになって後片付けが大変ですが、多少散らかっていても柔らかいボールなのでぶつかったりしても安心です。ちょっと予算と場所を取るおもちゃにはなりますが、ボールプールに興味がありましたら、ぜひ以前のご紹介動画をご覧になってみてください。
続きまして第3位は、お部屋の安全対策グッズからベビーガードストッパーです。こちらは子供が扉や引き出しを開けるのを防ぐグッズでして、テープで扉を固定してベルト部分で調整するタイプのものになります。我が家ではリビングにあるテレビ台の引き戸や本棚の扉に使っています。ゴロちゃんも成長とともに力も強くなり、いつの間にか引き戸を引っ張ったり押したりして開けられるようになってしまいました。中のものを取り出されるのも困りますし、ゴロちゃんが指を挟んだりしても困るので、すぐにこちらを導入したところ効果はてきめんでした。最初はなんで開けられないのとムキになって開けようとするゴロちゃんでしたが、次第に開けられないことに気づき諦めるようになりました。大人が開けるときにはちょっと手間になりますが、慣れれば簡単に開けられますので、そこまでストレスにはなりません。たまに親が開けているのを眺めているゴロちゃんですが、今のところ攻略はできていないようです。続きまして第2位は、アンパンマングッズのおもちゃです。我が家では1歳を過ぎた頃からアンパンマンを見せるようになりました。最初は全く食いつかなかったのですが、次第に興味を持ち始め、バイキンマンが大好きになってくれたので、アンパンマンのおもちゃにも食いつくようになりました。一番長く遊んでいるのはアンパンマンの積み重ねカップのおもちゃです。こちらは出産祝いに友人からいただいたものなのですが、その友人のお子さんも長い間ハマってくれたという先輩からのお墨付きのおもちゃです。最初は叩いて音を楽しむくらいでしたが、積んでみたり重ねてみたりとできることが増えてきて、今でもお気に入りのおもちゃとなっています。またお風呂で使っているアンパンマンの10まで数える絵本は、ゴロちゃんの入浴タイムには欠かせない必須アイテムとなっています。これを持たせるとおとなしく体を洗わせてくれたり、湯船に浸かってくれたりしますので、本当に助かっています。ボールプールにいるアンパンマンたちのボールやぬいぐるみなどもゴロちゃんはお気に入りなので、多少ぐずっている時など、バイキンと言ってバイキンマンたちを見せると、そちらに興味が移り機嫌を直してくれることも多いです。やっぱりアンパンマンの力は偉大ですね。そして最後の第1位は、テレビ液晶保護パネルです。テレビってどうしても子供が触ってしまうので、手垢や汚れがついてしまいますよね。バンバン叩いたりすることもあり、液晶モニターが壊れる可能性もありますので、我が家ではゴロちゃんが歩き出した頃に購入しました。ゴロちゃんのいたずらという動画でもこのテレビを叩いているシーンを公開しておりますが、やはりテレビへの攻撃はかなりの頻度で行われていますので、導入して大正解でした。多少の力では液晶モニターまでは傷もつきませんので、テレビを安心してリビングに置いておきます。アクリル板になっているので、大人がテレビを見る分にも特に支障もなく使えています。いかがでしたでしょうか。子供の成長に合わせて必要になってくる育児グッズも変わってきますので、今回は1歳から1歳半頃までで役に立ったものをご紹介させていただきました。この頃はちょうど歩き出した頃なので、お部屋の安全グッズなどが特に必要になってくる時期だと思います。皆様の参考になれば嬉しいです。